海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。使い方動画が山ほどある今日は MCP が生まれた理由、中心コンセプト、そして内部の作りを設計図から読み解きます。 MCP 以前の AI 連携は AI アプリの数を M、 接続先を N とすると最大 MN 通りの専用配線が必要でした。 MCP の狙いはそれを M+N 個の対応へ変えることです。掛け算が足し算になるの？ AI 業界の配線整理これまじ。しかもこの設計2026年7月28日に正式版が登場する予定のリリース候補で、公式が立ち上げ以来最大の改定と呼ぶほど作り変えられているところなんです。動いてるものそんなに大きく作り変えちゃうの？どこがどう変わるのかこれマジ気になる。 AI にファイルを読ませたり GitHub を触らせたりする仕組みって MCP より前からあったよね。問題は接続できるかより接続を増やし続けられるかでした。 AI アプリ A からデータベースへつなぐコードと AI アプリ B から同じデータベースへつなぐコードは別々に用意されることが多かったの。さらに認証方法、エラーの返し方、利用できる機能の伝え方も接続ごとに違います。 AI アプリが3個、ツールが4個なら最大12通り、10個と100個なら最大1000通りです。接続先を追加するたびケーブルの森が育つ。配線担当さんの机だけ熱輪になってそう。アンソロピックも MCP 発表時に新しいデータソースを1つつなぐたびに専用実装が必要で、真につながったシステムを拡張するのは困難だったと説明しています。 MCP のような共通ルールがあれば各 AI アプリは MCP という言葉を覚え、各ツールは MCP を話すサーバーを1個作る。設計上必要な対応を MN から M+N へ近づけられます。でも共通ルールを1個決めるだけで本当にそんな整理ができるの？ MCP はモデル、コンテキスト、プロトコルの略です。プロトコルとはコンピューター同士がやり取りする時の共通ルール。アンソロピックが2024年11月25日にオープン標準として発表しました。公式サイトは MCP を AI アプリケーション向けの USB-C ポートと表現しています。USB-C 対応機器ならメーカーが違っても同じ形の接続項を使えます。MCP も AI アプリと外部システムの間に共通の接続項を置く発想です。 AI アプリ専用の変換ケーブルを毎回作るよりみんなで同じ差し込み項を使う感じか。この発想には成功例があります。 MCP の公式仕様が着想元として挙げるランゲージサーバープロトコル、略して LSP です。昔の開発ツールでは各コードエディタが各プログラミング言語に個別対応するとエディタの数×言語の数だけ実装が増えました。 LSP は入力保管やエラー表示などを共通の通信ルールにまとめました。 MCP は突然現れた魔法の企画というよりソフトウェア業界で実績のある整理術を AI 向けに広げたんだね。その理解が近いは MCP の革新は AI を賢くする新モデルより賢い AI が外の世界と安定して話せる接続契約にあります。接続項の内側にはどんな部品が並んでるの？2025年11月25日版の構造を見ましょう。まずホスト、つまり AI アプリ本体があります。クロード、デスクトップのように会話画面や AI モデル、権限管理をまとめる側です。ホストは接続先ごとにクライアントを作って管理します。クライアントは通信担当の小さな窓口、そして各クライアントは一つのサーバーと1対1でセッションを貼ります。セッションって接続中の状態を覚えながら続ける一連のやり取りを、これをステートフルと呼びます。2025年11月25日版では接続開始から終了までの文脈をクライアントとサーバーが保ちます。この作り、実は理由があります。一度名乗り合えばプロトコルのバージョンや相手にできることをメッセージのたびに言い直さなくていい。実は MCP が手本にした LSP もエディタと言語サーバーが接続時に一度だけ名乗り合う同じ発想の設計です。でもずっと覚えておくのって覚える側にも負担がかかりそう。鋭いわね。その負担が実は5の章で効いてきます。まずは今の構造を最後まで見ましょう。メッセージの土台は JSON、RPC2.0 です。JSON は項目名と値を並べるデータ形式、RPC は相手側の機能を呼び出し結果やエラーを受け取る仕組みです。注文、料理、店内アナウンス、レストランの通信規則みたい。かなり近いわ。そして重要なのが分離です。公式仕様ではサーバーは会話全体を読めず他のサーバーを覗き見ることもできない設計になっています。ホストが必要な文脈だけを各クライアントへ渡すためファイル用サーバーにカレンダー用サーバーの情報まで丸ごと見せる必要はありません。便利な接続項を増やしつつ情報が見える範囲を区切る考え方です。じゃあ
サーバーが提供するものは全部ツールって呼ぶの？サーバーが提供する基本要素、つまりプリミティブは3種類あります。プリミティブとは複雑な機能を組み立てるための基本部品です。1つ目はツール。指導するのは AI モデルです。モデルが状況を見てこの関数を呼ぼうと判断します。 API へのポストリクエスト、つまりサービスの窓口へデータを送る処理やファイル書き込みなどが例です。 AI が自分でボタンを選ぶからモデル指導ってことか。2つ目はリソース。指導するのはアプリケーションです。ファイルの中身や Git の履歴などをクライアント側が管理し、必要なデータを会話の文脈へ添付します。 AI が勝手に実行する機能という扱いより、アプリが選んで渡す参考資料という位置づけです。ここではアプリ側が主導権を持ちます。教科書を机に置く担当がアプリなんだ。3つ目はプロンプト。指導するのはユーザーです。スラッシュコマンドやメニューから選べる再利用可能な指示テンプレートが代表例。ここではユーザー自身が主導権を持ちます。機能の種類で3分割したように見えて、実は主導権の置き場所を当ててるのか。ここが設計の面白い部分です。実行できるもの、読ませるもの、人が明示的に選ぶものを分けると UI の作り方や確認画面、権限の考え方も整理できます。クライアントからサーバーへ頼む流れは分かったけど、サーバー側からお願いすることもあるの？あります。代表がサンプリング、エリステーション、ルーツの3つです。ここを見ると MCP が単純な関数呼び出し規格より広いことが分かります。サンプリングはサーバーがクライアントへそちらの LLM を使って考えてくださいとお願いする仕組みです。サーバー自身が AI サービスの API キーを持たなくてもクライアント側のモデルを借りられ、必ず人が確認できる設計が求められています。サーバーが AI を持ってなくても接続先の AI に思考を頼めるの？2つ目のエリステーションは作業途中の追加質問です。サーバーが GitHub のユーザー名を教えてくださいと構造化された入力フォームをクライアントへ頼みます。パスワードなどの機密情報は別の安全なページへ誘導できます。パスワードを会話欄で大声発表する事項を入り口から避ける仕組みだね。このエリステーション自体は非推奨になりません。ただ質問を出したまま回線をつなぎっぱなしで待つ今のやり方は次期仕様のリリース候補で作り変えられます。理由は次の章の名乗り合い廃止と同じです。3つ目のルーツはサーバーが作業範囲を確認する仕組み。クライアントがこのディレクトリの中が対象ですと境界を示せばサーバーは対象範囲を理解できます。このうちサンプリングとルーツは次期仕様のリリース候補で非推奨に指定されています。ただし止まりません。非推奨になってから取り除くまで最低12ヶ月は動き続ける方針です。 AI、ユーザー、ファイル範囲、サーバーが必要な助けを種類ごとに正式なメッセージで頼めるんだ。このチャンネルでは海外の一次資料と使用書から話題の技術が生まれた理由と内部構造まで継続して解説します。チャンネル登録をしておくと製品紹介だけでは見えにくい設計判断まで終えます。ところで初対面のクライアントとサーバーはどうやって機能やバージョンを確認するの？2025年11月25日版では接続の最初に初期化ハンドシェイクを行います。ハンドシェイクとは本題へ入る前の名乗り合いです。クライアントがイニシャライズリクエストを送って自分の情報を伝え、サーバーも自分のバージョンや能力を返し、最後にクライアントがイニシャライズド通知を送って本題へ移ります。私はこのハンデツールとルーツが使えます。こちらはこの機能に対応しています。手名刺交換してから仕事開始か。一つのパソコンの中でサーバーをコプロセスとして起動する使い方なら名乗り合いは最初の1回で十分です。でもサーバーを遠隔に置いて大勢から同時にアクセスさせる場面では話が変わります。名乗り合った相手を覚えておくためにこれまでの仕様ではセッション ID という合言葉をクライアントへ発行していました。負荷分散のためサーバーを複数並べても合言葉を覚えているサーバーは1台だけ。だから同じ1台へ届け続けるスティッキーセッションという専用の仕組みが必要でした。1回名乗り合っただけなのに裏では専用の道が用意されてたの？そこで次期仕様のリリース候補は名乗り合いそのものをやめます。イニシャライズとイニシャライズドの手順、そしてセッション ID を取り除きます。プロトコルバージョンや能力をメッセージ1通ごとに添えて送るステートレスな作りへ切り替えています。公式もこの一文で説明しています。これってさっき第5章で聞いたエリステーションの届け方が変わる話と同じ理由？その通り、相手を覚えておく設計は大勢からの同時アクセスを裁く場面で都合が悪くなり同じ方向で作り変えられています。コールセンターに例えると前は「ヘイさんとずっと話し続けてね」だったのが今は毎回要件を最初から言えば空いてる人が誰でも対応してくれるってこと？ぴったりの例えね。
ロードバランサーは空いているサーバーへ次々流すだけの単純な仕組みで足ります。合言葉を覚える係もサーバー同士の情報共有もいらなくなります。次期仕様のリリース候補ではこの種の廃止にも正式なルールが敷かれています。非推奨にしてから取り除くまで最低12ヶ月の猶予を置く方針が今回初めて定められました。サンプリングやルーツに加え古い通信方式もその対象です。こうした技術の世代交代が気になった人は関連欄にある他の技術解説もどうぞ。 MCP はアンソロピックが作った企画だよね。ずっと一社が握る仕組みなの？アンソロピックは2025年12月9日 MCP を Linux ファウンデーション傘下に新設されたアジェンティック AI ファウンデーション AAIF へ寄贈しました。アンソロピックはオープンソースソフトウェアは安全で革新的なエージェント AI のエコシステムを築くために不可欠と説明しています。一社の製品機能から複数企業が参加できる共有インフラへ育てる判断です。この寄贈の時にアンソロピックが公表した実績では SDK の月間ダウンロードは9700万回超。 SDK は開発に使う部品や道具をまとめたキットです。公開 MCPサーバーは1万兆とされていました。同じくアンソロピック公表ではチャット GPT、カーソル、ジェミニ、マイクロソフト、コパイロット、ビジュアルスタジオコードなどの主要 AI 製品へ統合済みです。共通規格は参加者が増えるほど接続先を再利用しやすくなります。 AI 版 USB-C という比喩がだんだん現実のインフラになってきたんだね。その規格自体もこれまでにない規模で作り変えられています。次期仕様は2026年5月21日にリリース候補として内容が固まり、2026年7月28日に正式版として登場する予定です。収録時点ではまだこのリリース候補の段階で、正式版としては未確定です。運営チームはこれを立ち上げ以来最大の改定と説明しています。今日見てきた名乗り合いの廃止やサンプリング、ルーツ、エリステーションの届け方の変更以外にもログインの仕組みを業界標準の認証規格に近づける変更が含まれます。拡張機能を専用の枠組みへ切り出す変更、ツールの入出力をより細かく定義できるようにする変更も含まれます。運営チームはこれほどの変更を毎回は起こさないとも述べています。この規模の書き換えでも2026年5月21日に一旦内容を固めた上で開発キットでの検証に10週間ほどかけてから正式版にします。確定前にここまで丁寧に確かめる進め方です。名乗り合いをやめる話だけでも大きいのにここまで手が入ってるんだね。 MCP の Y は AI アプリと外部システムの組み合わせ爆発を整理すること。 FOWAT はツール、リソース、プロンプトや双方向機能を誰が主導するかまで含めて共通化すること。 How はホストが複数のクライアントを管理し、各クライアントがサーバーと1対1で接続し JSON、RPC2.0 のメッセージを STDIO またはストリーマブル HTTP で運ぶ構造です。そしてこの How 自体、名乗り合いや合言葉に頼る形からメッセージ1通ごとに自己紹介する形へ動かしながら作り変えられています。設計図は使われ方の広がりに合わせてこれからも書き直され続けるものなんです。 MCP を見るときは対応ツールの数だけ眺めるより誰が何を選びどこまで情報を渡しどう安全に頼み返せるか、そしてその設計は何につまずいて作り変えられたかを見るともっとわかるんだね。この設計図が面白かったら高評価で教えてください。それではミナとヒントでした。バイバイ。